こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。7月27日、月曜日、時刻は昼の4時半を回りました。今日は珍しく曇りですね。昨日まではずーっと雨が降っていました。いやー、どんよりとした天気が続いてて、で、湿度マックスで、いやー、さすがにちょっと、メンタル的にも、なんか、どんよりとした感じになりますよね。まあでも今日は珍しくご覧の通り、雨が降ってはいないですし、今日みたいな天気はね、もう、ひたすら歩く。もう歩くしかないかなと思って。まあそれで今こういう場所で動画を回しています。そういえばここで動画を撮るの初めてかもしれない。で、これちょっとカメラの画角的にはちょっと見えにくいかもしれないけれど、連日雨が降っていた影響でね、これ川の水位がすごい上がってるんですよね。まあ、でも今の状況だったら水不足に悩まされることはないだろうなっていうような、まあそんな印象ではありますね。まあそれは別にいいとして、今日話すテーマなんですけれども、特に決めてはいないんですが、迷った時は、とにかく足を動かす、もしくは体を動かすこと、こういうテーマを交えて話したいと思います。すべて僕個人の主観と見解に基づいて話す内容となりますので、まあそういう意見、そういう考えもあるんだなっていうぐらいの気軽な気持ちで聞いていただけると幸いです。それではよろしくお願いします。いやー、なんていうかね、ずーっと部屋にこもっていたり、または家から一歩も外に出ない、体を動かすこともなく、筋トレをすることもなく、ただずーっとうずくまっているだけの生活、耐えられますか？僕は絶対無理です。耐えられないです。っていうか、体が衰えるのと体力が落ちるだけじゃなくて、メンタルが病みます。確実に病みます。もしくは、もう思考回路が、もうひん曲がってしまう。もしくは、なんていうかね、こう、誰とも話すことができない。もうそういう面では、人と話す力、コミュニケーション力というものが大幅に減っていくんですよね。ガタ落ち。もうほんとガタ落ちですよ、これは。僕も昔ね、グレーうつに当たるのかわからないけれど、もうそれぐらいね、もうメンタル的にもすごい落ち込んでいた時期、病んでいた時期はありました。何をやってもうまくいかない。もう全部台無し。こんなにも自分って無力なんだって。何をやってもうまくいかず、もう行く先々でもう惨敗だらけ。いやー、苦しかったですね、あれは。もうあれは何年前かな。コロナが流行っていた時もそうですし、その前の2018年とか、その前の時期も何度かね、うまくいかない時期があったんですよ。まあ正直今でも、これから先どんな風に生きていったらいいのかわからないっていうような、まあそういう感じで結構迷ってはいるんですよ。だからといって、何もせず、ただ体育座りで、こう、うずくまっていたところの、何も変わらないんですよね。人生何も変わらないんですよ。やはり、自分の日々の暮らし、または自分の人生において、何か一つでも、新しいことがしたい、もしくは、何らかの変化を起こしたいってなったら、それはもう自分の意思で動いていくしかないんですよ。小さなところから試してみる。ほんのわずかなところから始めてみるとか、そういう風にして自分の意思で何かを築き上げる、何かを作る、何かを発信する。まあそれは何でもいいけれど、いずれにせよそれは全部自分の頭で考えて、で、自らの意思で行動する。一歩を前に踏み出してみるとか、そういう風にして、自分で決めていくしかないんですよ。誰かに言われて仕方なくやるとか、誰かに言われたから自分もそうするとか、そういう風にしてね、その他人軸で決めるようなことを続けていたら、確実に後悔します。僕もそういう経験があるんで、第三者の意見だったり、周りのみんながそうしてるから自分もそうするとか、そうやってずっと流され続けていると、人生において、必ず後悔します。これは断言しますね。自分も昔そういう時期があったんで、目に見えないぼんやりとした不安に襲われたりとか、ずーっと変わることのない
同じ作業の繰り返し、それも自分自身の生活の質であったり、または精神的な部分もそうだけれど、そういう面で幸福度が全くと言っていいぐらい上がることもなく、ただ時間だけが過ぎていく。ただ仕方なく生きていく。そんな人生は僕にはできないと思ってね。もうそれで、前職の会社員時代、あまりにもストレスフルだったもんで、それで会社を辞めたんですよ。でもとある携帯会社に勤めていた時期があって、その通信関連というか、まあ、その携帯のその電波の保守対応というか、なんかそれに関連する部署で働いていたんですよね。別に仕事自体は、そこまで嫌いではなかったけれど、ただ人間関係は、正直ひどかったですね。すごい劣悪でした。もうそれでかなり悩まされて、そうやってなんか自分以外の誰かに振り回されるというか、やはり職場の人間関係、それも自分の意思で働く場所を選べない、または働く環境すらも選べないとか、あとは、どこへ移動するにしても、日本って、こう、なんていうか、引っ越しだったり、または移動する上でのハードルってものすごい高いって言うじゃないですか。もうそれがいけないと思ってて、もっと流動性を高く、もっと、こう、広範囲に動き回れる方が、人生において、あらゆる面で変化が起きると思うんですよね。今までもそういうの何度かありまして、過去の動画でも何度か話をしてきたように、僕自身も、その会社を辞めてからは、しばらくの間、日本国内または、世界各国を旅していた時期がありました。これは YouTube 以外にノートっていうプラットフォームでも同じような話を何度かしてきましたし、その時の旅の記録は、そのノートっていう文章メインのプラットフォームで公開していますので、もし気になる方はそちらを見ていただけると幸いです。そういう感じで、環境が変われば出会う人も変わりますし、出会う人も変われば、その後の、日常生活だったり、その日々の出来事だったり、そういうものがね、全部もう大きく変わってくるんですよ。で、今はこうして動画撮影してる場所もそうだけれど、ここ、ほんと初めて来たばっかりでして、なんか、いつもと違う環境で動画を撮影すると、なんというか、今考えてることだったり、今の心境だったり、こうして目に見える景色というものが、いつもと違って、なんか新鮮な感じがするんですよね。うん。なので、そういうのもあって、なるべく動画を撮影するときは、こうして屋外の景色を交えながら動画を撮るようにしています。で、撮る角度だったり、その天候だったり、この明るさ加減もそうですし、で、今、これ川の音が聞こえるかもしれないけれど、これも BGM 代わりに流す上ではちょうどいいんですよね。こういう感じで、撮影する場所によって見え方も変わってきますし、印象もガラッと変わる。で、そこについて突き詰めれば突き詰めるほど、で、その先には無限の可能性が、バーって広がってくるんですよ。なので、そういうのを、もっと一人でも多くの方に知ってもらいたいですし、で、自分の今後の活動を通じて、一人でも多くの方に何か新しいことに触れてみる、または自分の意思で何か新しいことをしてみたい、何かを築き上げたいっていうような、そういう、そうやって行動を促す、ほんの小さなきっかけになればいいなと思って、こうして YouTube を続けてはいるんですよね。あとは単純に僕自身のこれまで生きてきた証を残したいっていうのが一つと、その人生記録において、その時、その場所で自分は確かに生きていたっていうような、そういう Vlog という名の動画日記、もしくはその一部始終を切り取った人生記録として、こうして YouTube を続けているんですよ。その方が継続性が増して、で、少ない力で、継続しやすくなるんじゃないかなと思って、それも、一つの実験としてやってはいるんですよね。で、ありがたいことに、こうしてね、1年か2年以上は YouTube を続けてはいますし、そんな、なんか、大きく伸びているようなチャンネルではないけれど、ありがたいことに見てくれてる方も、ちらほらいるわけですので、そこは本当に嬉しい限りではありますね。たまにコメントを寄せてくれる人もいますし、それは本当にすごいモチベーションにもなるんで、で、この、日本全国または世界中のその世界各国、そのどこかに住んでいる人の目に留まればいいなと思うし、で、その人たちにとって日々の生活で何か
につながるような、ほんの小さな、その些細なきっかけになればいいなと思って、今日もこうして僕は YouTube を続けています。っていう感じですね。で、これも、もうなんていうか、あれこれ深く考えず、そんな難しいことはもう抜きにして、もう頭でっかちにならないようにするべく、もうとにかく手を動かす、足を動かす。で、ひたすらもう体を鍛える。もう何でもいいです。もうとにかく、うずくまってる暇があったら、もうさっさと行動しましょう。っていうことを僕は伝えたいですね。それはまあ別に、近所を散歩するのでもいいし、ちょっとランニングするのもいいし、自転車乗って、5キロか10キロ先までバーって走ってもいいし、または腕立て伏せ、それもこう、スロープッシュアップというこの3秒ごとにこう下ろしたりするようなこの筋力トレーニングを5回か10回やるだけでも全然違いますよ。で、しかもこのスロープッシュアップ、このスロー腕立て伏せって一見簡単そうに見えてすごいきついですよ、これ。まあ、一回やってみるといいですよ。で、これだったらまあ、1分か2分程度の時間があれば、誰でもできますんで、ただ、何も考えず、思考停止のまま、ショート動画だったり、AI で量産しまくったようなコピペ動画をずーっと閲覧し続けるような時間があるぐらいだったら、もうさっさと動いた方がいいです。もううずくまってるぐらいだったら、もうあれこれ考えず、そんななんか、結果とか正解とかそういうのをもう全部抜きにして、まず、足を動かすこと。そこですね。そこが一番大切なんじゃないかなというふうに僕はそう思います。はい。というわけで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。